出すとかあんまり見たことないので。涙の前に粉出したら怖い。いやなんかほら女子って絶対そういう話するじゃん。絶対恋愛の話とか。向こうが会いたいって言ったとしてもこの人会いに行かないタイプ。それ大事ですね。普通女の人の方が行くじゃないですか。時間で限られてるから。名言自分に使いたかったりとかしちゃうかもしれないです。トレーニングしたいな、その時間があるならとかって思っちゃうけど。心が死んでるのかもしれない。いや、そうなんですよね。悪い意味で言うとそうかもしれないですね。浜崎さんがどうとか知らないですよ。やっぱ私はやっぱ堀口さんと付き合ってほしいんですよ。どうしても最強最強かける最強。収まるよね。収まる。誰も文句言わなくないですか。どっちも負けすぎて年に何回しか合わなそう。合わなそう。確かにね。なんか似てそう。触れ合いこれっぽい。いや。あ、これキスがこれみたいな。なんで彩香にも今会ってきたけど、彩香も調子よさそうだから試合前に藤めぐさんから「彩香から伝言もらったよ」とか言ってで「何ですか?」って言ったら「もう全力で倒しに来いって言ってたよ」って言ってもらったんですよ。本当に全力で行こう、倒しに行こうって思えて。靴ってあれでしたっけ？そうです。履いてって言うんですよ。だからしょうがなく履いてる。選手は多分オレンジ履いてると思う。あれもカンナが履いてるやつです。ハキハキ。チャンピオンっていう地位と自分の中のそのあれが追いついてない感じなのかなとは見てて思いましたね。いつもの自分なのに周りはチャンピオンっていうみたいな。本当アメリカ行っていろんな人と接することによってメンタルも変わってきたみたいで。秋とか刺してきた時にもうこう取っちゃうから取ったらもうすぐ行くからまともにやり合ったらやっぱり向こうの方がちょっと一枚上なんでスタミナも切れてくると思うんでそこで2ラウンド3ラウンド後半から、チャンスが見えてくると思うんで多分1ラウンドの前半はかなりきつい戦いになると思うんですよ。やっぱり浜崎彩香というね本物がいるということをみんなに見せたいなと思います。ライジン女子スーパーアトム級タイトルマッチを行います。メインゲーム浜崎彩香、ライジン女子初のタイトルマッチに挑みます。赤コーナーからライジン女子スーパーアトム級トーナメントチャンピオン朝倉環奈。いい表情してましたね。目があってよろしくじゃないですけどすごい冷静だなと思いました。オーラがあったっていうか初の女王誕生の瞬間、埼玉スーパーアリーナボルテージが上がっています。さあ第1ラウンド5分間のロングです。始まりましたね。いや予測つかないねこれ。膝のこの裏らへん蹴られたんですけどこの蹴りでうわ強いと思ったんですよ。例ないですよ。いや全然強かったです。うちはね道場でスパーリングやった経験があるんですよ。はい、このは浜崎です。乃木先生にボクシングを試合前結構コンスタントに受けさせてもらったのでそれを試したいなっていう気持ちは自分の中で持って戦いました。その時はもう全く相手にならなかったっていうのは2年前なんです。はい、でも今あれから2年経ってるんですよ。カンザも成長してるし、ただもう一点懸念がある。黒林選手ちょっと浜崎が右目を気にしています。痛かったんですけどそんながっつり刺されたわけじゃないんでそのまま続行しようと思ったんですけど多分環奈ちゃんが途中で気づいてくれて
ぼやけてる程度でそんなにひどくなかったので、なく、はい、時間を目いっぱい使って回復してほしいですね。さあ再開されました。キックを放っていきます。そして前に出ていくのは浜崎彩香、前に出ていく、そしてテイクダウンに行くか、首投げ、それをかわすのは朝倉環奈。柔道をしてます。足とかポンってかけられてるとレスリングにそういう動きあんまなかったので全然力も使ってないで転ばされちゃった感じです。先に上になったのは浜崎彩香。いやーでも今のフラン早かったですね。そしていいさ立ち上がった。ここは決めたかったですけど普通に立たれちゃいました。肩が柔らかいのでくるっとやっぱりひねって逃げれますよね。朝倉環奈はレスリングのバックをそしてパンチを放っていきます。殴って倒したいっていう気持ちが結構昔からあるので、一発二発入ったら結構前に突っ込んじゃう悪い癖があるのでそれ出ちゃいました。浜崎選手パンチ強いよ。ジャブの帰り際。ここの詰めるのがね、よく耐えた。浜崎選手相手の距離でもね詰める速さっていうのがあるんですよ。左入りました。ナイス。当たった、いいね。そうだ。今回この試合打撃結構出せたんでそれはすごい勉強になりました。下がっちゃダメだっていうのが頭あったんで前に出ました。気持ちを確かめ合う選手右クックです。ワイドに出していった。そしてバック取られたらやばいなと思ってたら一発パウンドもらったんですよね。そしたら手があったんでチャンスと思ってこれも抜けられてあんまりにも怖くなっちゃってこっからあんまタックル入れなかったですね。なんかだから打撃でいっちゃったのもあります。攻められても、一泊置かなくてすぐ攻め返すよね、この2人はね。そうですね。やっぱりレベルは高いんだよな。ここで第1ラウンド終了のゴングです。女子タイトルマッチにふさわしい濃厚な5分間が終了しました。大丈夫だなっては思って、打撃で打ち合っても負けてないっていうのはあったんで、あっちがこうテイク台来ないならずっと打撃でもいいかなっていうのはありました。打撃いけるなら行っていいぞって、あとはもう腕取られたんで一回気をつけろとは言われてたんですけど。第2ラウンドが始まります。まず藤井さん、第1ラウンドはどうご覧になりました？1ラウンドはねお互いいいとこ出てね、オフェンスディフェンスがしっかり、できてたと思いますね。膝。今日は浜崎彩香が積極的に手数を出していきます。そうですね。打撃が結構今重視して動いてますね。だから本当に決勝にふさわしい。この2人がやるからこそ決勝と。これにいった。足をクラッチする。お尻の下でクラッチされたら倒されてたと思うんですけど、さすがに、それ取れたんで、とりあえず、この時点では倒される感じはなかったです。ポストに押し付けているのは現状朝倉環奈ですが倒れました。さあサイドポジションを取ったのは浜崎彩香。これがうまかったな。これ本当かな。何の力もなく倒されてますよね。柔道ですよね。古典って多分。先ほども大内刈り、今回も足払いですね。多分研究されてて、私が得意なのをセコンドの人がマットヒューズ来るぞみたいな、バレてると思って。膝乗せてくるから膝は絶対乗せられるなって言われてて、で本当に膝ここ乗っけてきたんで、ダメだと思って逃げようとしたら反対取られちゃってみたいな。アームロック狙いに次行ったけど、それも決まる気しなかったのですぐ十字に移行した感じ。そしてまだ決まらない。おっしゃ、変えている。4の字だと決まるんですよ、柔らかくても。めっちゃうまいんですよこのロック。これ初めてやられました。完全に逃げれなかったですね。おっしゃ、変えている。チャンピオンは浜崎彩香。
強かったです。本当強かったです。浜崎さんがもうありがとうっつって強くなったなって言ってくれて、練習しない時期があって試合でまた久々にやるってなって、そんなことやったらもうグッとくるじゃないですか。しかも喜びもせずにすぐ観覧とか来てくれて、強くなったなっては言いましたね。確かあの若さであんだけプレッシャー与えられてやっぱ強くなりますよね。環奈ちゃんの涙見てちょっともらい泣きというか、はい嬉しいよりもちょっとそっちの方見ちゃって、いろんな思いの中でね、この舞台立たせてもらって、あのベルトを巻いてる姿っていうのは本当にもう本当に嬉しいですね。思ったより重かったです、ベルトがはい、初代チャンピオンっていうことでこれからもっともっと強い選手準備されると思うんですけど、しっかり一試合一試合勝っていきたいと思います。初代ライジング浜崎チャンピオンは浜崎彩香。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。めっちゃ声聞こえます。もう泣き終わりました。泣き終わった。すごいです。まあトーナメント優勝した時もすごい良かったけど、まあ、今回の、まあ、負けたけどこの試合もすごい自分のためにはなった試合でしたね。まあ、本当全力で倒しに来いって言われて全力でいった結果がこの結果だったんで、だからまあ好きにしたのもあると思います。私にも頑張ってほしいっていう気持ちだけで本当に私も応援してたんで、まあでもそのベルトができたってこと、一つの歴史が出来上がったのですごく嬉しいことですね。何ましたね。写真撮らんと。もう彩香が引退的にまた取りに行く。あとなんかずっとこれ守っててもらわないと。そう持っとってもらって最後インドを取りに行く。何歳だっけ？21？さきちゃんもまた出てきてる。さきちゃんの本当や。デビュー戦の相手にしてもらおうか。やばい、強そう強そう。殴れない殴れない。妬みひがみ。妬みひがみ。なんだろう、かんなちゃんがこれからこう頑張っていくのを個人的に人間としてあれって思ってるところもあるから、これでやっと名前がそうだよね。上がったなっていう喜びですね。そうベルト取ってすごいは一番はインビクタの時だったから。なんかこうベルトをつけてそのみんなに祝福されてるのが流れてるのがすごく意味があるというか、この人がその姿を見せたっていうのがすごい意味があったような気がします。生活もすごい変えなそうですよね。変えなそうだよね。確かに変えない。多分仕事も続けるし。サイトクリニック。サイトクリニック。なんで？まあ正直趣味の延長なんですけど、今はもうこの間ライジンでベルト取った時も正直こんな嬉しいと思わなくて、取る前は。取ってなんかこう周りのお世話になった人とかが喜んでくれるのを見てすごい嬉しかったですね。だからなんかやっててよかったなってすごい思いました。お金じゃないでしょ。全然お金じゃないです。いやからでアメリカとかは本当にもらってなくて。でも新しいバイクを取っちゃったりするじゃないですか。そうなんです。でも今それは何が欲しいかちょっと改めて聞いておいていいですか。スポーツスターのアイアンっていうハーレーのもう決めてるじゃん。もうこれが欲しい。マットブラックのやつ。マットブラック。浜崎さんの時だけ誰も噛みついて買わないです。そうなんですよ。噛みつかれたい
欲が結構でもそうやって浜崎とやらせろとか言われるのに憧れてました。あいつ戦わせろ、ぶっ倒してやる。はい。じゃあ試合後中に写真出すのよ。ノーサイド問題。ベルト取ったんで、これからですね、しっかり雷神背負っていきたいと思います。ついに来ましたね。やっと望んでた試合が。絶対にもう一回やってリベンジしなきゃいけないっていう気持ちが常にあったんで、全然何もできなかったんですよね。一方的にやられて相当実力差があったんですよね。多分すぐやっても勝てないだろうなって思ったし、負けた後に環境を変えてもう全てで強くなってたんで、勝てるっていう自信はありました。戦いの舞台は韓国ロード FC から日本のライジンへ1年半ぶりのリマッチ、リベンジなるか朝倉海。前回向き合った時よりも感覚的にいけるなみたいなのはありましたね。本当はベストでは なかったんですけど、対戦相手がずっとバンタム級でやってるってことで、もう一度対戦するにはそっちに合わせるしかないっていうことで、もう気持ちの勝負だなと思って。そうですね、セコンドって結構なかなか大事だと思うんで、ついてほしかったんですけど、試合順的にちょっと厳しいってことで、それでもその試合前にいろいろ作戦とか教えてくれて、テイクダウンありきの打撃戦でいけば勝てるんじゃないかなっていうことは言いました。1ラウンド2ラウンドでテイクダウン混ぜながら体力削って、最後疲れたら倒していけっていう、そういう作戦でしたね。レディーファイト。放送の解説はライジン統括本部長高田信彦さん、そしてパラエストラ代表中井裕樹さんです。中井さん、精神的には朝倉の方が優位ですよね。そうですね、追いかける立場というかですね、3連勝中で勢いもありますし、ここも絶対リベンジしてやろうという意気込みが感じられますよね。まず最初のタックルは倒そうっていうよりは、意識を下にもあるぞっていうのを思わせようっていうタックルでしたね。밸런스 유지하고 괜찮아요. 상대방도 할 거 없어요. 괜찮아요. 일어나려고 해야 돼요.俺が教えた方がいいな。僕が上取ってる時ってすごい相手が疲れる抑え方をずっとしてたんですよ。だから相当腕は疲れてると思いますね。結構腕ここで振ってるじゃないですか。これ相当腕が疲れてる証拠なんですよね。朝倉再び前に出ることができるでしょうか。時間がない、距離が近い。ここで第1ラウンド終了です。今朝倉が笑ったよ。もう相手結構体力も削られてきてるし、もうこのままいけば絶対いけるなっていう。バックスピン。ちょっとびっくりした感じですけど、全然効いてなかったですね。リーチがすごい長いんですよ、このムンジェフン選手って。手がすごい長くて、ありえないところから当ててくるというか、遠いところから、それは結構嫌でしたね。ちょっともらいすぎだな。これ高田さん、効いてる証ですかね。今度は飛び膝。これうまい。しかしそれをうまく潰してトップポジションを取りました朝倉海です。よし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 。膝いけ。その最後の打ち合いの時に、相手のパンチをもらってるんですけど、もう結構疲れて力が入ってないっていうのを分かりましたね。もうで最後もう3ラウンドで仕留めに行こうっていう。1分を切りました。ファイナルラウンド、離れ際にグラスイタがムンジェフン。さあ朝倉海リベンジに向けて、それでも倒れないムンジェフンです。朝倉海が倒れないですね。ここまで打たれ強いっていうのが想定外でしたね。相手の絶対倒れないぞっていう気持ちの強さを感じましたね。さあラッシュ
頑張りたいです。ジャッジ福田、青朝倉、よって勝者朝倉海。前回何もできずに負けた相手に、しっかり勝つことができたんで、そこに成長は感じましたよね。こんだけ強くなってるっていう自信にもなりましたね。ただ倒したかったっていうその悔いも残りますね、やっぱり。 아사쿠라 카이 선수가 준비를 굉장히 잘해온 것 같습니다. 굉장히 제가 아사쿠라 카이 선수가 더 준비를 더 잘해왔기 때문에 제가 やりましたね。やっぱり今まで1年やってきて本当に強くなりましたね。やってきたこと間違ってなかったですね。でも来人出てまだ1年ぐらいしか経ってないんですよね、意外と。1年ですごい環境とかも変わったし、実力もすごい伸びたし、この調子でどんどん上を目指したいですね。バンタム級が今選手が集まってて、強い選手が多いので、そこで戦いたいっていう気持ちもありましたし、これからはバンタムでもやっていこうかなっていう気持ちですね。まずライト級で出てくれって言われて、それは僕が断って、その後フェザーとかで探してもらったんですけど、みんな断られてっていう。でもリオン選手もフェザーの選手なんで、もともとなんとも思わなかったですけど、世のおじさんたちにやればできるんだってことで頑張ります。過去を悔い未来をつかむか朝倉未来、よみがえった伝説がその続きを見せるか。シュートのライオンハートリオンたけし、鋭い眼光のままコーナーから飛び出していったのが朝倉未来。対するはライジン初参戦7年ぶりの大晦日リオンたけしです。リオン選手の右ストレートがかなりノーモーションでタイミングがすごい上手くて気をつけてたんですけど、もうリオン選手はもう多い強いね。強い。全然効いてなかったですけど、今流行りの膝下のローがちょっと鬱陶しかったですね。自分が今第2のピークだと言ってるように、非常にですね、見る目があるので打球を見切って勝利。これはもう相手の研究をしてる段階で絶対に入ると思ってたんですよ。左ストレートの避けが右しか避けれないんで、試合を見た感じ左ストレートを打ちながらはいで倒せると思ってたんですけど、思ったより下向くのでデコに当たっちゃったんですね。膝なら入るなっていうのはもうこの時に分析して分かったんですよ。で一回ボディに打って様子を見てみようと思ったんですよ。野生的なものを感じますよね。入ってくるところ右です。ただ中井さん、リオンは大逆転のリオンとこれまで言われてきています。そうですね。今回もその右の拳を徹底的に研究、練習を積み重ねてきたと話したリオンたけしです。いやでもリズムいいと朝倉。ここで一回下に入れましたね。最初の段階で僕が踏み込む時に右ストレートを出してくるのが分かったんで、右ストレート出してるでしょ、この僕が膝打つ時、ほらここでカウンターで入るで、これかなり効いたと思いますよ。これはボディか左のストレート、右の拳も振ってきた朝倉、のしのしと前に出てきます。ここで第1ラウンド終了です。圧力強いな朝倉。ミクル強い。勝てるなっていう、もう1ラウンドの時点で俺の方が強いなっていうふうに思いました。さあ第2ラウンドです。朝倉未来対リオンたけし。やはり高田さん、常にプレッシャーをかけているのが朝倉未来ですよね。ここで最後の確認をしたんですよ。下向くでしょ、ここでもう確実に確信したんですよ。上に行けば当たるなっていう。一発も重いですよね。重いですね。第2ラウンドはサウスポーに構えます朝倉未来。対するオーソドックスのリオンたけし、右のストレート。左の
狙ってましたね。もうこれは絶対に決まると思ってました。こういう大技ってミスするともうバレちゃうんで、1回勝負なんで確実に決まるようにしてから行きたかったんですよね。まあ兄弟ともに全勝できたんで、ちょっとは証明できたかな、実力を。じゃあ来年も朝倉兄弟暴れるんで応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。飛びの、左、飛んでもないけど、ハイキックっぽい軌道で入ってきたりが見えなかった。知らんけど引き出す。いや悔しいですね。強かったですね。若いのにいい選手です。若い選手いっぱいいますけど、自分たちができることまだあると思うんで、まだ頑張っていきたいなと思います。右が結構うまかったですね。そうだね。でなかなか出にくかったですね。もっと激しい試合したかったけど、3連勝できたんでね、いい仕事できたのかなと思ってますけど。おめでとうございます。2人ともすごいね、すごい素晴らしい。いやすごいよ。いやあんまり分かってないけど、自分のすごさすごいよ。すごい強いと思う。それ最初君って言われたの知ってる？そうだよ。俺もだって、いや川木さんとやるより君とやる方が絶対苦戦するの分かってたから。すごい、君はすごいと思います。明けまして生意気なミクル君。ちょっと頑張って。頑張ります。どうライド級。そこの階級に上がっていけば面白い選手いっぱいいるから。ファンの人が望むならライト級でやってくれというならやるしかないのかなっていうのは思ってますけどね。癒してるです。癒したね。おい CM 女王何のつもりだろ。格闘技は旅だ。目的地に着くための最適な方法は何だろう。飛行機に乗ったつもりです。棒読みじゃんかよ。アスリートだからあれぐらいでどうですか。もう言ってくれよ。格闘技は旅だ。棒読みだな。はい。柏にポスターがドーンと貼ってあるって話は本当です。ちょっと嬉しい。結構嬉しいです。地元に貼ってもらえるのは。浜崎のこのベルト触った？いや触らなかったです。いつか触ろうと思ったけど、はい、取るまではいいかなと。